皆様、本日はですね、先日動画アップさせていただいた、悪魔の半熟煮卵。あちらがですね、大変大好評でございまして、ありがとうございます。そちらのね、第2弾ということで、長ネギと、あればでいいんですけど、あるとすごく美味しいんで入れてほしいんですけど、こちらの九条ネギですね。こちらを使った悪魔のシャキシャキネギ、作っていきたいと思います。前回は漬けるだけ、本当に漬けるだけでとっても美味しかったんですけど、今回はさらに簡単で、和えるだけ、調味料を和えるだけですぐ美味しくできる万能なね、ネギになってますので、ぜひいろんなものに合わせて食べてみてください。ということで、早速始めていきたいと思います。今回はですね、こちら長ネギと九条ネギ切っていきたいと思うんですけども、よく洗った長ネギを、ここですね。ここの尻尾の部分、ここだけをちょこっと切ってあげて、あとは全部使います。で、切り方なんですけど、もちろんこのまま縦でもいいんですけど、僕はちょっと細長めが好きなんで、こうやって、斜めの薄切りで、斜めにして薄切りにして切っていきます。もうネギって、独特な辛みあるじゃないですか。あれにはアリシンという成分が含まれてて辛く感じるんですけども、それがね、めちゃくちゃ体にいい栄養素になってるんですよ。なので、そちらは逃したくないんですよね、できれば。なので、よく言われている水にさらすっていうやつあるじゃないですか。今回はそれはしません。それをしてしまうと、辛みは抜けるんですけど、どんどん栄養も一緒に失われていくんですよ。なので、その栄養がね、アンチエイジングだったり、疲労回復、それから免疫力、そういうのをね、高める効果があるので、全部使いたいんですよね。なので、今回は水にさらさないです。で、こんな風に青い部分と白い部分分けてカットしたら、白い部分はもう、ゆすいだりとかもせず、そのまんまもう置いといてください。これだけでも、辛みが少し抜けていくんですよね。食べ比べたらわかるんですけど、今回の料理って和えるだけって和えた瞬間が一番辛みがあって、その後どんどん辛みって抜けていくんですよ。そのアリシンっていうのが空気に触れるとどんどんね、蒸発してしまう性質なんで。なんで白い部分はもう水にさらしたりとか、洗ったりもせず、そのまんまこういう風に置いといてあげてください。で、この青い部分は少しここの間がぬめり気があるんですよ。それが気になる方は、洗ってあげて水気だけ絞ってください。僕は大丈夫なんでこのまま、これも置いときます。ということで、残りのネギも切っていっちゃいます。その、和えた瞬間は辛みあるんですけど、ネギが好きで辛みが好きな方もいらっしゃるんで、その方はもうその瞬間でもうすぐ食べた方がいいですね。逆に辛みが苦手なっていう方は、30分後くらいには、どんどん辛みが抜けて、食べ比べたらわかるんですけど、もう普通に食べられるんですよ。なので、水にさらしたりとかする必要はないです。いやー、このね、ネギ料理ね、めちゃくちゃ好きでね、メンマだったりとか、もちろんラーメンとかにも合わせたりするんですけど、豆腐にも合うし、茹でた豚にも合うし、めちゃくちゃ万能なね、ネギになってるので、ぜひ皆さん作ってみてください。卵黄とかの落としてね、それと一緒にね、ユッケ風にして食べても美味しいですよ。とりあえずもうビールのおつまみにはマジで最強です。じゃあ長ネギがカットし終わったんで、続いて九条ネギでございます。これね、九条ネギね、食べたことある方はね、ご存知だと思うんですけど、これがね、めちゃくちゃうまいんですよね。これも本当に根っこの部分だけカットしたら、あとはさっきと同じよく斜めにカットするだけです。このね、九条ネギが入るとね、またね、めちゃくちゃうまいんですよね。もちろんね、長ネギだけでも OK なんで、そこら辺はもう皆様にお任せします。では、九条ネギもカット終わったら全部置いておきます。で、この後にタレを作るんですけど、タレを作ってる間にね、辛みみたいな成分も徐々に抜けていくので、食べる頃にはちょうど良くなってると思います。続いては、こちらですね。はい。生姜とニンニクなんですけども、こちらもうすでにカットしてあって、で、ニンニクはこの中の芯のところですけどね、芽の部分は取ってあります。で、こちらをね、2かけ分、で、生姜も同量、ニンニクの2かけ分を入れて、みじん切りにします。いつも通り僕たちはブンブンチョッパーできます。はい、簡単。はい。こんな感じでみじん切りにしといてください。で、こちらですね。はい。今ちょっとラップに包んであるんですけども、こちら、みりん150とお酒150の液に、干し椎茸ですね。2つ分入れておいたものです。
だいたい料理始める前の2時間前ぐらいから、つけといてもらえたらいいんですけど、まあ、直前でも別に美味しさは出るので、時間があったらでそれは大丈夫です。これ使うんで、用意しといてください。では、早速、悪魔のタレ作っていきたいと思うんですけども、ここにまずは先ほど、みじん切りした生姜とニンニク入れときます。そうしたら、こちら、ごま油ですね。ごま油を少々。少々。そうしたら、火をつけます。で、軽く炒めて、香りが、めちゃくちゃいい香りがしてくるんですけども、その香りがしてきたら、一旦火を止めて、先ほどお見せした、こちら、だしですね。お酒とみりんに使っただし。こちらをね、入れていきます。で、今回はね、僕の大好きなえのきを使わないので、椎茸にしているんですけども、えのきを使う方は、これなくてもいいです、椎茸。十分旨味出るんで。そしたら、みりんとお酒のアルコールを飛ばします。こんな感じでね、ひと煮立ちさせて、アルコール飛ばしたら火を止めて味付けしていきます。まずはこちら、醤油150ですね。で、こちら味付けなんですけども、前回の半熟煮卵の時は、卵とあと二度漬けする専用にかなり味を濃いめにしてるんですよ。なので、そのまま食べると味が結構濃いんですね。ただ今回はもうそのまま食べてもドンピシャで食べられるように配合してあるんで試してみてください。お醤油150。お醤油150なんですけども、そのまま食べるんじゃなくて何かと合わせて食べることの方が多い方は、細かいんですけども180入れてあげてください。なんで僕は他のも合わせるんで180入れます。細かいんですけど180入れます。続いてはこちら、あごだしでございます。4倍濃縮のあごだしですね。こちらを大さじ1杯。代用品はいつも通りめんつゆとか白だしでも OK です。こちらを大さじ1杯。はい。そして、鶏の旨味を追加したいということで、丸鶏ガラスープ。こちらも大さじ1。大さじ1、ちょっといかないぐらいかな。これぐらい。続いては、こちら、お酢。こちらも大さじ1。大さじ1。で、味の決め手。こちらですね。豆板醤。こちらを小さじ2。これはね、辛味が結構強いので、辛いのがお好きな方はもっと入れてほしいなっていう感じはするんですけど、苦手な方は小さじ1にするか、代用品で赤味噌とか入れてもいいです。辛さ的に言うとね、ココイチの1辛が食べられるぐらいだったら全然大丈夫な辛さだと思います。逆に言うと、ココイチの5辛とか食べてる方は絶対物足りないんで、もうちょっと豆板醤足すか、一味唐辛子とかラー油足すとめちゃくちゃ美味しくなります。そうしたらもう一度火をつけて、一煮立ちさせていきます。これで悪魔のタレは完成です。前回のタレと違うのは、コチュジャンをね、豆板醤にしてるってことと、生姜を足してますね。あとは味の濃さが違うので、野菜系とかつける方はこっちの方がドンピシャな味付けになってると思います。あと椎茸もあれか、入ってるか。前回はね、えのき入れてるんで、えのきをね、本当は僕は入れたいんですよ。えのき大好きなんで。ただ今回はネギを、前面に出したかったんで、えのきを抜いてます。いつもは絶対えのき入れます。はい、こんな感じで一煮立ちさせれば、完成ですね。煮詰めすぎたりとかね、焦がさないようにだけ注意してくださいね。こんな感じで止めて、粗熱を取れば悪魔のタレ完成です。すいません。大事なのを忘れてました。こちらに砂糖もね、大さじ1足しといてください。これすっごい大切なことだった。忘れてた。甘みがあるとね、辛みもね、引き立ってね、よりコクが出て美味しくなるんで、砂糖はね、忘れずに入れてください。ちょっともう一回だけ軽く一煮立ちさせて、で、ここにね、お好みで唐辛子を入れてあげれば完成です。こちらで悪魔のタレ完成です。あとは粗熱を取ってネギにかけていくだけです。では、悪魔のタレかけていきたいと思います。あとは、優しくあえてあげるだけですね。いや、もう絶対美味しい。では、軽くかき混ぜたら、ここに追いごま油。こちらを大さじ2。はい、こちら、いりごまですね。こちらをたっぷり入れます。お好み量たっぷり。
で、ここに、さらに辛いのが食べたいっていう方は、一味唐辛子だったり、唐辛子足したりとか、あとは豆板醤少し足してもいいですし、ラー油ですね、を足してみてください。で、今回赤唐辛子使ってるんですけど、ここに青唐辛子使ってもめちゃくちゃうまいです。まあ、青唐辛子はね、なかなかなかったんで、今回使ってないんですけど、あったらぜひ使ってみてください。こちらで、悪魔のシャキシャキネギ、完成。では、早速、実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。まずは、もうすぐ乾杯。伸びちゃうからね。伸びちゃうから。はい、乾杯。はい。もうどんどんかけて、こうちゃん。いい、じゃあ、もうネギめっちゃたっぷりいただきますわ。今回は味噌ラーメンです。はい、いただきます。やばい。うまい。あ、シャッキシャキ。いただきます。最高。ネギラーメン。もう間違いない。うん。で、お好みでラー油さらに足してあげると、いいね。辛いのが好きな方はめっちゃうまいと思う。もうちょっとかけよう。ね、ネギ全然辛くないよね。ね、そのネギの辛さはないです、本当に。熱い。うん。あ、うまっ。抜群。マジで一番好きなラーメン。ラーメンもね、伸びちゃう前にあれなんですけど、食べてほしいんですけど、今回はメンマ。これがね、またね、めっちゃうまいんで。合うよね。いい、いい。食べて食べて。めっちゃうまいからこれ。いただきます。いい顔。これがマジでうまいから。もうおつまみに最強、これマジで。まあ本当にダイエットしてる方とか糖質制限されてる方はもうこれと飲み物だけでもういくらでもハイボールだね。うまい、マジでうまいなこれ。で前回のね悪魔シリーズでもそうなんだけど、これを入れた後のスープがめちゃくちゃ美味しくなっちゃってるんですよ。ここにご飯だよね、さらにもうスープがバカうま。めっちゃうまい。ただ僕はうまい。最後こちらで締めの豆腐。締めの豆腐。本当に最初に食べるあれなんだけど伸びちゃうからね。そう伸びちゃうからね。ちょっとお酒に失礼していただきます。絶対うまいよね。うまっ。結構しっかり味付いてるからさ、豆腐と食べるとなんかほんとちょうどいい感じのね。で今回のさこのネギとかだったら僕が前作ったプレミアムサラダチキン、あれにもめっちゃ合います絶対。うまい。マジで我ながらマジで一番好き、このネギの感じが、味付けも含めて。秒殺。寄れなくなるわマジで。マジでうまいね。最高ですマジで。ということで、本日はですね、前回もね、めちゃくちゃ大好評だった悪魔シリーズの第2弾ということで、悪魔のシャキシャキネギを作らせていただいたんですけども、もう本当にね、めちゃくちゃうまいです。もううまいとしか言いようがない、本当に。大満足。めっちゃ最高。ぜひね、皆さん作っていただけたらなと思います。はい、で、今回のポイントとしては、ずっとね、作ってる間にも言ってるんですけども、水にさらさない。これね、意外だと思うんですけど、水にさらすと、その大切なね、ネギにある栄養素が全部流れちゃうんですよ。なので、さらさずに、もう、タレを作ってる間、置いとくだけで大丈夫です。置いといて。それだけでも十分辛みも抜けるし、むしろ、ネギの辛みが好きな方は、どんどん辛みが抜けて、栄養も抜けていくんで、あれね、ネギ特有のね、が抜けていくんで、好きな方はほんと直前にカットして、あえて食べるっていう感じが一番ベストだと思います。で、辛みが苦手だっていう方は、もう1日置けばもう十分抜けてるんで、すぐね、美味しくいただけるなと思います。こういう風に抜けてってんなと思う。はい、という感じでございます。
でも本当にそうだよね。辛み全くないよね。全然ないで、今作っても本当間もないんだけども、全然辛みもないし、すごくシャキシャキして美味しいので。まだ多分ぜひここら辺でいる感じかな。はい、っていう感じらしいです。どうでした？美味しかったです。いやでもマジどれにでも合うから、で今回ラーメンだったけど絶対ご飯にも合うからね。あとそうめんね、またね。そうめんにも合うね。またあれだけど、そうめんにも絶対合う。そうめんにちょっとチャーシュー一緒に乗せて食べたりなんかしたら、もう最高のごちそうになるので、ぜひ皆さん作ってみたらいかがでしょうか。作ってみたらいかがでしょうか。みたいな。ちょっと作ってみてください。はい。あとね、あれなんだっけ、健康にもめっちゃいいです。免疫力もアップして。風邪にいいっていうもんね。そう、風邪にもいいし、あとはアンチエイジング。あら。そう美容関係にもね、ものすごくいい料理になってますので、ぜひ皆さん作ってみてください。ということで本日は以上になります。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。